こんにちは、ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。今回は、航空機単独事故としては世界最多となる520名の犠牲者が出てしまった、日本航空123便墜落事故について解説するぜ。前編よね？ああ。長尺になりそうだし再現 CG に時間がかかってしまってるしな。今回は墜落事故の根本的な原因である尻餅事故と、問題となった修理、そして最後のフライトで起こった機体の破壊までを解説するぜ。ゆっくりしていってね。その機体は、1974年に製造され1万回以上飛び続けた。世界初、客室に2本の通路を備え従来機の2倍の500名超を運べる名旅客機だった。その日、1985年8月12日も満員に近い509名の乗客、そして15名の乗務員を乗せ、羽田空港を飛び立った。残酷な運命が待ち受けているとも知らず。本当に痛ましい事故だったわね。2023年になっても一部の裁判は続いているし、夏になると当時の悲劇が繰り返し報道されているわね。ああ。視聴率動向より、風化させてはならない、国民全員に知ってもらうんだ、という使命感すら感じるよな。この動画も、事故を知るきっかけの一つになればいいわね。詳しく頼むわね。ああ。まずは当時の状況からだ。1972年、海外の航空会社に対する競争力向上のため4547体制という産業育成策が敷かれ1985年も継続していた。それはつまり国内の航空会社は3社のみで、新規参入は禁止。その3社も競争が起こらないよう路線が分担されていた。日本航空は国際線と一部国内幹線を担当。全日空は国内線を担当。東亜国内航空は国内ローカル線を担当していた。当時の航空会社は国策で強く守られていたのね。その分、成長という使命を負っているプレッシャーのかかる状況だったのね。特に日本航空は政府から資金援助まで受けており、経営陣には国の元役人が名を連ねていた。3社の中でも日本航空は特に優遇されていたんだ。そして事故のあった1985年時点、日本航空は旅客貨物の運搬量においてなんと世界一の航空会社になっていた。世界一、すごい。でもこうなってくるといよいよミスが許されない状況だったのね。ああ。では事故にあった機体について説明していこう。1974年1月30日に機体の製造が完了した。機種はボーイング 747SR100。ボーイング 747-100の日本国内線仕様だ。短時間のフライト用にカスタムがされている。客席を小型化しトイレの数も減らす。その分とにかく客席を詰め込み席数は528席もあった。うち16席は2階席。今と違って航空機には特別席の料金設定がないから通常料金で座ることができた。あの日、坂本九氏が乗っていたのもこの2階部分だ。Q ちゃん、有名人、著名人の方もたくさん乗ってたし、乗る予定だったのに偶然キャンセルした人もいるのよね。後に123便となる当該機は1日何便もの本数をこなした。そして事故のきっかけが起こる。1978年6月2日だ。製造から4年半が経ち、運行回数は6536回を数えていた。さすが国内線、1日に何度もフライトするのね。短い距離で行ったり来たりしてたんでしょうね。不慣れな状況じゃなさそうね。機長は41歳。7912時間の飛行経験があり、うち同型機の経験は220時間だった。当該機は日本航空115便として羽田を出発し、大阪の伊丹空港に着陸しようとしていた。1978年6月2日、15時頃だ。エンジンは全部で4機。今、着陸のためにランディングギアを下ろしている。ランディングギア、タイヤね。このランディングギアは非常時の機体のコントロールに大きな意味を持ってくるんだが、語るのはかなり後になりそうだ。機体を降下させていく。さあ伊丹へ着陸だ。ドキドキ。結論から言うとこの着陸、ある失敗が起きた。原因となったのは3つのミスだ。ミスが全て重なって失敗に至った。つまりどれか一つでも防いでいたら後に起こる世界最悪の墜落事故も起こらなかった。今、機体の頭部がどんどん持ち上がっている。これが一つ目のミスだ。通常は6度の機種上げだが9度の角度まで上げてしまった。機種を上げすぎてしまったのね。二つ目のミスも貴重。握っている操縦桿の操作ミスだった。本来着陸するとき、操縦桿はフリーにするんだ。すると後輪が接地したとき反動でちゃんと機種が下がって前輪も接地する。接地の瞬間機長は操縦桿を引きっぱなしだったんだ。よって一瞬着陸したが、また浮いてしまったんだ。機種はなんと13度の角度。ここで高度が下がって接地、タイヤより早く後部が地面に吸ってしまう。危ない。一応大破は免れた。
この後ちゃんと停止する。三つ目のミスとは航空機関士のスポイラー操作ミスだった。空中でスポイラーを出してしまい急降下したんだ。スポイラーを出しちゃった？スポイラーって何？エアブレーキとも言う。主翼についている空気抵抗の板だ。機長のミスで浮いてしまい、航空機関士のミスでスポイラーが出て急降下、後部を吸った。なんとなく操縦桿の操作はやや感覚的で多少のミスはやむなしって気がするけど、スポイラーを出してしまったのは一体なぜ？もちろんうっかり触ったなんてミスじゃない。レバーを触る必要があったんだが、倒し方を間違ってしまったようだ。スポイラーは3つの設定があった。1つはダウン。引っ込める。1つはアップ。展開する。ここに入れてしまった。もう1つは、アーム。着陸した瞬間に自動で展開だ。時系列に沿って説明しよう。1、着陸が近いのでアームに入れた。2、着陸した瞬間自動でアップに入ってスポイラーが出た。3、今回はすぐ浮いてしまったよな。地面から離れたことで自動でダウンに入ってスポイラーが引っ込んだ。4、今度着陸した時も自動で展開したい。つまり着陸前にレバーをアームの位置にしないといけない。それを間違え、空中でアップに入れてしまったようだ。一度着陸に失敗した状況だったから、焦っちゃったのかもしれないわね。この事故で乗客379名のうち2名が骨折などの重傷。23名が軽傷を負った。着陸の時、かなり強い衝撃がかかってしまったのね。機体は伊丹空港で簡易修理された後、羽田空港へ飛んだ。もちろん乗客は乗せず、気圧差の影響を受けないよう低空低速で慎重に運航された。羽田空港で待っていたのはボーイング社の技術者44名。修理は1978年6月17日から7月11日の間に行われた。専門的な修理だったから日本航空のメカニックではできなかったのね。ああ。修理の内容だが、主に尻餅事故で擦った機体ビブの部品交換だ。この際の、交換部品の取り付け作業ミスが7年後に起こってしまう123便墜落事故の根本的な原因であるとされている。どういうこと？ボーイング社の技術者は指示書通りに作業しなかったため、圧力隔壁を構成する部材同士が本来の強度で接合されず、経年劣化で破損してしまったんだ。専門用語登場ね。圧力隔壁って何？圧力隔壁っていうのは与圧区域イコール客室の空気を密閉し、外に漏らさないようにするための金属壁だ。航空機は平気で高度1万メートルあたりを飛ぶわけだが、だいたい 0.2 気圧、地上の5分の1ぐらいの酸素しかないため乗客はとてもじゃないが耐えられない。そこで人のいる客室とコックピットを密閉加圧し平地に近い空気にすることで乗客乗務員は高高度の飛行中、快適に過ごせるんだ。中が1気圧、外が 0.2 気圧だと中から外へ圧力が思いっきりかかるから、圧力隔壁はその名の通り圧力に耐えられるよう強固に作られている。山に登ると、ポテチの袋はパンパンになるだろ？中の平地の空気が外の薄い空気を襲うとした結果だ。あれと同じだ。結構低い山でもパンパンになるわよ。高度数千メートルだったらどれほどか、空気の圧力って馬鹿にできないのね。では圧力隔壁の修理ミスについて説明するぜ。まずその構造、構成について説明して、その後修理ミスに入っていく。この辺が圧力隔壁で守られた、加圧される部分だ。機体の最後尾、トイレがあってその後ろに圧力隔壁がある。この半円状の金属壁だ。一枚の板ではない。細かなパーツが複雑に接合されている。なんか白い粒みたいなのがあるわね。リベットと呼ばれる留め具だ。これでパーツ同士が留めてあるんだ。ではパーツ単位で簡単に説明していこう。まず中央にコレクタリングという円形の金属板。その周りにウェブと呼ばれる扇状の板。全部で18枚。これが圧力隔壁の主役だ。厚さ約0.9ミリ。円形になった時の直径は約4.5メートルだ。18枚に分かれてるのね。これどうやってくっついてるの？こうやって、数センチずつ重なってるんだ。ここに後でリベットを打って止める。どのウェブも重なっている。18枚あるから18箇所止めることになる。続いてのパーツ。スティフナだ。こうやって L 字というか Z というか、折れ曲がっている長い棒状のパーツだ。壁の一番強度が欲しいところに補強のためにくっつけておくんだ。つまりウェブの接合部だな。あと、その中間にもついていた。スティフナは全部で36本だ。ウェブ自体を厚くすると重くなるからな。必要なところだけ必要な強度を持つよう計算され尽くした設計になっている。これらにリベットが打たれている。すべて2列打ちだ。2列リベットの上の列は上下のウェブだけではなくスティフナも貫通している。空気を漏らさないだけあってすごくしっかりしてそうね。機体後部側から見るとこんな感じだ。2列リベットが36セット伸びている。
そしてとどめにストラップという円形の金属バンドで全体が止まっている。内側の第1ストラップから第4ストラップの4本。そして最も外側が Y コード。ストラップと見た目はそう変わらないが機体の側面と接合されるパーツだ。このストラップ、Y コードも2列のリベット止め。これで圧力隔壁が完成した。じゃあここからは肝心の、修理ミスの中身を見ていこう。修理ではウェブの下半分、9枚が交換になった。一旦分解する。問題はこの、機体後部から見て真左に取り付けられるウェブだ。説明のために色を変えている。このアメリカから届いたウェブ、原因はわからないが長さが足りなかったんだ。客室側から見てみよう。だいたい第1ストラップと第3ストラップの間ぐらいかしら。一部だけ微妙に短いのね。ってことはこれ、あんまり重なってないわよね。2列のリベットを打つ幅あるの？なかった。例えば2列リベットの幅をすごく接近させて無理やり2列にすることもできない。だって上のウェブはもう穴が開いててそのまま使うからな。そこで修理チームが指示書に書いた修理法がこれだ。スプライスプレートという継ぎ板を使う。そこに、3列でリベット止めするんだ。すると上のウェブはスプライスプレートと2列止めだし、下のウェブもそのスプライスプレートと2列止めだ。なるほど、これなら強そうね。しかし、実際の修理はこの通りには実施されなかった。こうだ。スプライスプレートが登場。なんと、それを2枚にカットしてしまった。あとは同じだ。スプライスプレートを指示書に書かれた通りの場所にセット。それらを3列でリベット止めして、完了だ。問題はこれで2列止め同様、強固に接合されているかどうかだ。いや一番上のリベット、スティフな止めるためにしか使われてないわ。真ん中のリベットだけで上下のウェブを支える感じになっちゃってない？だよな。とはいえ一列でちゃんと止まってるのは止まってるわけだ。果たしてどれだけ持つのか。他のウェブにはこの問題はなく、正しく2列でリベット止めされた。そしてストラップや Y コードも元通りにされ、圧力隔壁は機体の後部に固定された。何事もなかったかのように。どうして指示書と違う修理をしてしまったの？とんでもないことよ。理由は今も明らかじゃないんだが切るっていう工程が単純にプラスになっているんだ。楽するため、ではないよな。おそらく、ウェブは半球状に歪曲してるから、1枚の大きな板より複数枚に分けた方が曲面にフィットさせやすい。もしかしたら、スプライスプレート当ててみたら思いのほか隙間が大きくて、空気がなるべく漏れないように、カットしてしまったのかもな。そして修理後の圧力隔壁を日本航空が検査したが、防水防腐用のフィレットシールで覆われていたため取り付け部は見れない状態になっていた。次に運輸省航空局の立ち会いで目視検査や基本機能の検査、飛行検査が実施されたがやはり全てパスした。ボーイング社の修理ミスを、日本航空も運輸省もチェックで発見できなかったのね。そして当該機は運航業務に復帰。以降、1万回以上の飛行を繰り返したが修理ミスに起因する問題は起こらなかった。表面上はな。実際には修理ミスがあった部分は固着が弱く、空気の圧力で金属疲労が早く進んでいった。本来の2倍以上の速度で亀裂を発生拡大させた。じゃあ圧力隔壁に発生した亀裂の様子を説明するぜ。説明のために3列リベット部のところで切っている。フライト中、上空に行くと客室が加圧され圧力隔壁に力がかかる。膨らむ。着陸のため降下すると内外の圧力差が解消され力も抜ける。1フライトにつき1回ずつ圧力隔壁は力を受け続けていった。こんな感じだ。これを真ん中のリベット列だけで耐え続けたのね。どうなったの？リベットとの接合が甘い方、つまり尻餅事故で修理される前から使われていた上側のウェブに一方的にダメージが蓄積した。このように、リベット鋼から横向きに亀裂を進展させていったんだ。なおリベット鋼は直径4ミリ、リベット鋼同士の間隔は18ミリだ。一つ一つはかなり小さく、しっかり見ないと気づかない。そして客室側はそもそも亀裂がなく、亀裂を調べても気づかない。墜落事故の9ヶ月前、1984年11月20日から12月5日にかけて C 整備が実施されている。これは3000時間の飛行ごとにしか行われない、10日以上を要する大掛かりな整備だ。圧力隔壁についてはシールが剥がされ、腐食や亀裂、リベットの飛び出しなどがないか目視点検された。修理ミスの後、修理箇所のリベットは耐久性を超える圧力がかかり続け、この C 整備の時点では一部のリベットに最大1センチもの亀裂が発生していた。後半、どんどん亀裂の進展が早くなってるわね。しかし目を凝らして一つ一つのリベットをチェックするわけではない。この目視点検で亀裂は発見できなかった。
また修理ミスされたままになっている箇所も、もう6年前に完結したことであり修理状況の再確認などはされなかった。これが最後のチャンスだったのに。そして運命の1985年8月12日を迎えた。当該機はまず羽田、千歳、羽田の飛行を順調に終える。次に羽田、福岡、羽田。ここまでで4便の運航を完了した。これらのフライトで当該機を利用した乗客は機体ビブの床下がギシギシ鳴る音を聞いたそうだが、事故との関連性は不明だ。羽田に着陸したのが17時12分。急いで次の18時の出発に向けた準備に入った。外装やタイヤ圧の点検、燃料補給、食事の積み込みなどだ。これから立つ便が大阪伊丹空港行き、日本航空123便だ。お盆休みを前に、帰省する客でほぼ満席だった。528名の定員に対し509名が乗り込んだ。当時の航空券って高かったんじゃないの？普通の人でも乗れたの？東京大阪間の新幹線が1万円、航空券が1万5千円ほどだ。今と物価は大きく違わない。もう飛行機での帰省は十分選択肢に入る価格差だった。乗務員は15名。客室22名とコックピットに3名だ。なお副操縦士の機長昇格の訓練のため、左側の機長席には副操縦士がついた。今回のフライトでは副操縦士の方が主な操作を担当していたのね。機長は49歳、同型機の飛行時間4842時間のベテラン。副操縦士39歳、同2665時間。航空機関士46歳、同3846時間。1985年18時12分遅れで123便は離陸した。距離約400キロ。54分の飛行で伊丹空港に到着する予定だ。往復分、3時間15分の飛行に相当する燃料を積んでいた。製造から11年ね。そろそろいろんな故障が出てくる頃なの？航空旅客機はだいたい20年から25年が寿命だから11年経過っていうのは初期故障が出尽くしてバリバリやれる頃だ。羽田空港を立ち、123便は東京湾を南に向かう。巡航高度の24000フィートを目指し高度を上げる。離陸から6分、東京湾を出た。ボイスレコーダーは約30分間しかなく、以降は先頭から上書きされてしまう。よってこの離陸直後の会話は上書きされ残っていない。大事なところよね。危険を示す予兆はなかったのかしら。機内の会話はわからないが、埼玉県の東京航空交通管制部との交信上は、慌てた様子はなく全く普段通りのやり取りが交わされただけだったようだ。18時20分、123便は相模湾に出ると、南西に進路を変える。どんどん上昇していく。18時24分12秒、ここからボイスレコーダーの記録が残っている。なんと異常事態に入るわずか23秒前だ。ギリギリね、その瞬間の音声がなかったら事故の状況の分析はもっと難しくなってたでしょうね。ボイスレコーダーは客室乗務員と航空機関士、副操縦士の会話で始まっている。会話の内容としては特に違和感はないよな。だが音声分析にかけた結果、航空機関士、副操縦士ともに単なる航行中では説明がつかないほど高い緊張状態にあったという分析結果が出ている。それってコックピットの3人は何か予兆のようなものを感じていたの？これについては事後調査ではわからなかった。今でも謎として残り、議論されている点だな。大島を越え、相模湾の終点あたりに差し掛かった時だ。18時24分35秒、ここで異常事態が発生する。巡航高度である24000フィートに到達する直前だった。問題はそう、7年前に修理された後部圧力隔壁だ。亀裂は合計27センチ。3列リベット部はほぼ繋がっておらず、強固であるはずの2列リベット部まで亀裂が進んでいた。それが今回のフライトで、構造上の限界点を超え一気に破壊が進行したんだ。3列リベット部が一気に開口。その力に2列リベット部は耐えきれず一気に横方向に破断した。破壊は連鎖する。これまで圧力は全体に分散されていたが現在開口部に集中的に圧力がかかり、それを受け止めるのは開口部両端のリベットだけだ。受け止められるわけないわ。破壊はコレクタリングに沿って、縦に進んだ。同時に Y コードに沿って外周部も剥がされていく。隣のウェブも剥がされていく。この2つのウェブ群が開口して、破壊は止まった。なお、解説のためゆっくり動かしているが実際は1秒かからず破裂音とともに一瞬で開口している。でも止まってくれたのね。全部壊れるのかと思っちゃった。なんで止まったの？空気が多量に漏れ出たからだ。圧力隔壁の内外で気圧が等しくなり、圧力が生まれなくなった。だが破壊は機体の後部でさらに進行してしまう。機体の後部は空気が入ってしまい高圧、外は低圧。
空気は機体を中から押してしまうんだ。その機体の後部には何があるのか？垂直尾翼が取り付けられている。あと水平尾翼が中まで刺さっている。便宜上切っているが、最後部には APU という補助エンジンと、エンジントラブル対策の防火壁がある。最後にプレッシャーリリーフドア。この空間が高圧になった時に勝手に開いて空気を逃がす排出弁だ。対策してあるの？素晴らしいわ。空気を逃がして高圧状態を脱したのね。確かに開いたようなんだが、ドアは小さく、少しずつしか空気は逃げない。その間に破壊され尽くした。意味ないじゃない。なんで？状況があまりに想定外だったんだ。普通はこれほど高速かつ同時多発的に亀裂は発生しない。開口が発生したとしても、ウェブ群どころか1枚のウェブのさらにストラップで区切られたエリア、1米の開口で止まるはずだったんだ。プレッシャーリリーフドアはこの1米の面積から漏れ出る空気量しか排出できない。なお今回の開口面積は2から3平方メートル。約20米分だ。まず損壊したのは APU 防火壁だ。8.66psi もの圧力を受けた。APU 防火壁は横に7本スティフナーが入っている。うち2本は補助アームがついており機体のフレームとがっちり繋がっている。補助アームのないスティフナーが続出。防火壁自体も変形し、防火壁の縁で繋がっている機体の外壁も変形を始めた。そして機体後部ユニットごと、APU、防火壁が脱落した。機体の非油圧部分は外からの雨風には強いが中からの圧力にはまるで耐えられる強度はないんだ。この機体後部は圧力隔壁の開口後、わずか 0.1 秒ほどで瞬時に破壊された。最後に破壊されたのが垂直尾翼だ。APU 防火壁と同時に襲われたが、多少強度があり APU 防火壁の 0.1 秒後に壊れる。水平方向にリブという板が何枚も入っている。そのリブに対し縦にストリンガという縦長の柱が走っていてこのストリンガがリブと垂直尾翼の外板を結合している。圧力が外板にかかる。外板は端が強固で、中間部分が弱い。中間部分が特に押され、顕著に膨らんだ。すると外板に結合されているストリンガも引っ張られる。しかしストリンガはリブとも固定されており力を逃がす先がなかった。最終的にストリンガは接合部が破壊。リブから離れてしまった。こうなってしまうと垂直尾翼の外板は、外板同士で繋がっているだけだ。外気の影響などにより、容易に崩壊してしまった。ああ大事な垂直尾翼が。胴体と繋がっている部分は多少は強固だったため、残った。それでも垂直尾翼の6割を失ってしまった。失ったのはそれだけではなかった。壊れた垂直尾翼の配管から油圧の作動液がどんどん漏れ出したんだ。油圧の液？大事なものなの？垂直尾翼より大事だ。可動翼やランディングギアなど、飛行機の大きなパーツは大体油圧の力で動いているんだ。飛行機にとってはまさに血液なのね。それが流れ出てしまうなんて。以上、今回は日本航空123便墜落事故について、そのきっかけとなる尻餅事故から、最後のフライトで発生した機体後部の破壊までを解説させてもらったぜ。次回はパイロットに何ができたのか、どう操縦を続けたのか、そして墜落時の容体、墜落後の救助活動や原因の調査、アメリカとの交渉などについて解説します。また見てね。